タリアングレーハウンドのニアと暮らし始めて106週間が経ちました。あっという間のようで、一つ一つの瞬間がちゃんと心に残っています。ニアが初めて家に来た時、どうやったら仲良くなれるのか正直わからなかった。でも特別なことをしたわけじゃなくて、少しずつ仲良くなれれば良いかと思いながら過ごしていたら、いつの間にかべったりになっていた気がします。例えば家に来たばかりの夜、ニアが一人で寂しくならないように、寝るときはゲージで寝るのではなく、みんなと同じベッドで眠るようにしました。兄弟と一緒に寝ていた頃の安心感を少しでも感じてほしかったのです。それからは毎日家族と一緒に寝るようになり、寝返りの打ち方や夜中の毛布争奪戦も日常になりました。それから朝ごはんの時間、散歩の時間、昼寝の時間、毎日の繰り返しがニアの安心につながり、自然と信頼が育まれていった感じです。仲良くなる秘訣って多分特別なことは必要ないと思います。お互いが落ち着ける空気を緩やかに共有できること、その中で少しずつぴったりと暮らしのパズルが埋まっていくんだと思います。ニアとの関係を良くするためのヒントは、昼寝好きで毛布が好き、散歩が好き、でも急な接近と眠りを邪魔されるのはちょっと苦手ということ。そんなニアらしさをこれからも大切に尊重しつつ、ニアの個性を伸ばしていきたいと思います。最近仕事の中で伝えることと受け取ることの難しさを改めて感じました。伝えたつもりでも相手には違うニュアンスで届いていたり、やってほしいタイミングがずれていたり、人間同士でも言葉だけではなかなか通じないものですね。そんなことを考えていたら、ニアを見て思ったんです。犬たちはどうやってお互いの気持ちを伝えているんだろう。改めてニアを観察してみると、体の角度や尻尾の動き、鳴き声のトーン、まるで感情が一番伝わる方法を無意識にやっているように見えます。楽しい、嬉しい、ちょっと怖い、その一つ一つの仕草や目線が経験の積み重ねで研ぎ澄まされている感じです。もしかしたら私たちには感じ取れない匂いや音の世界でもっと深く正確にコミュニケーションしている可能性もあります。そう思うと、ワンちゃんは種類の違う相手とも自然に通じ合えるので、人間よりもはるかに高い次元の会話をしているのかもしれません。いや、ニアは宇宙人に見えることもあるので、本当に宇宙から来たのかもしれない。そんな妄想をしながら、今日もニアとの静かな対話を楽しんでいます。10月も下旬になって、朝晩の空気が少しずつ冷たくなってきました。散歩に出ると、ニアも小さくブルブル震えるようになってきて、そろそろ冬支度の季節です。クローゼットの奥からニアの洋服を引っ張り出してみました。ちょっと大きめだったけど、新しいハーネスと合わせてみると意外といい感じ。ハーネスが洋服を固定してくれるので、ダボダボ感を緩和してくれています。それでも毎年ニアの新しい服が欲しくなりますね。理想的な体型をしてスキップしながら散歩している姿を見ると、少しおしゃれをしてあげたくなる気持ちが湧き上がってきます。ただそう思った瞬間に、また洋服の沼にはまりそうな予感がします。でもそれもまた楽しい時間。新しいデザインの洋服はあるのかな、どんな色が映えるかなって
考えるだけでちょっとワクワクします。そういえば最近職場の近くの公園で昼休みを過ごしていると、白い板暮れがニアと同じように軽やかにスキップしながら散歩しているんです。その姿を見てつい微笑んでしまうんですが、飼い主さんから見たら公園でニヤニヤしてるおじさん、ちょっと怪しいですよね。だから通報されないようにいつも少し離れたところから静かに見守るようにしています。なんか文字にしてみるとそれも気持ち悪いですね。季節の変わり目はこんな変なおじさんもいますが、ニアの服も思い出も増えていく、そんな冬の始まりです。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンをポチっていただき、感想をコメントで教えてくださいませ。